今回の研究テーマは耳抜きフレンツェル法です。耳抜きの最難関フレンツェル法レベル3です。とりあえず耳は抜けるようになった。特に問題なく潜れている。そんなダイバーさんが中級者上級者へとさらなる段階に進むのが耳抜きのフレンツェル法だと思います。これがなかなか難しいんですね。でも大丈夫です。この動画ではフレンツェル法のやり方、仕組み、練習方法などを日本一、世界一、いや宇宙一簡単にご説明します。あなたもきっとできるようになります。一緒に頑張りましょう。こんにちは。素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。今日はモルディブのクダラティラな海の中からお届けします。お魚いっぱいですね。ちょっと密集しすぎて怖いくらいですが、この動画はバルサルバ法にせよトゥインビー法にせよ何らかの形で耳抜きができている方向けです。耳抜きそのものがどういうものか、耳抜きはさっぱりわからないという段階ではフレンツェル法はおそらく理解できません。だからまずはレベル1とレベル2のトゥインビー法、バルサルバ法どちらでもいいので耳抜きそのものはできるという前提でお話しします。トゥインビー法、バルサルバ法についてはこちらの動画をご覧になってくださいね。ではフレンツェル法の極意を超簡単にわかりやすく説明しますと、その前に素潜りマーメイド研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。当研究所で一緒に研究していませんか？ぜひチャンネル登録をして研究員になってくださいね。はい、フレンツェル法とは何か、バルサルバ法との違いは何でしょうか？一言でズバリ言いましょう。どこの空気で鼓膜を押すのか、これだけです。鼓膜を押す空気がどこにあったものなのかという違いだけなんです。こちらの図をご覧ください。鼻から耳へは耳管という細い管が通っています。鼻の奥に穴が開いていて、それが耳管の入り口です。この耳管は普段はピタッと閉じています。鼻をつまんでいる場合は空気の逃げ場が他にないから、空気は耳管の入り口から耳の内部に逃げるんです。その空気が鼓膜を内側からポコッと押して耳抜きができるというわけです。問題はその空気がどこにあったものかというと、バルサルバ法は肺の空気、フレンツェル法は口の中の空気、この違いだけです。バルサルバ法は肺の中に溜まっている空気を横隔膜の力で喉から口、鼻の奥、そして耳管を通って鼓膜へと押し込みます。フレンツェル法は肺の空気は使いません。口の中にすでに溜まっている空気を耳管から鼓膜へ押し込むんです。さらに詳しく違いをご説明すると、肺の空気って口の中の空気よりずっと大きいですよね。だから結構な空気の圧力を作れます。その力強い空気で耳管の入り口をこじ開けて空気を通して鼓膜を押します。でも口の中の空気は小さいですね。だからそれほど威力がありません。なのであらかじめ耳管の入り口が開いていることが条件です。この場合耳管を開くのは空気の力ではなくて筋肉の力です。自分の意思で筋肉を動かして耳管を開く必要があるんです。ここです。これがフレンツェル法の難しさです。だって耳管ってあなた見たことあります？私も自分の耳管を見たことがありません。見えない位置についていますからね。で、見えないところにある筋肉をどうやって動かすのって思いますよね。耳周りの筋肉を動かすというのが第一関門です。そしてさらに第二関門があります。それは喉の奥を閉めるという動作です。喉の奥をキュッと閉めて口の中を密閉空間にしないといけません。じゃないと喉の方に空気が逃げてしまいますからね。これも見えないから分かりにくいです。最後に第三関門があります。密閉空間になった口の中の空気を鼻の奥の耳管へ送り出す動作です。何を言ってるのか全然わからないかもしれませんが大丈夫。後でちゃんと説明しますから、とりあえず第一関門、耳管の入り口を筋肉で開く。第二関門、喉の奥を閉める。第三関門、舌で空気を鼻に送る。この3つの分かりにくい動作を一度にやらなければならないから非常に難しく感じるんですね。だからフレンツェル法は中級者上級者向けの耳抜き法なんです。では具体的にどうやるかをお話しします。
まず第一関門、時間の入り口を開くですが、あくびが出そうで出ないみたいな感じに顎を動かしてください。耳の奥でポッとかキュッとかカッとかピッみたいに小さな音が鳴りませんか？左右一辺じゃなくて大丈夫です。右そして左みたいに時間差があっても問題ありません。これが時間の入り口が開く音です。よく勘違いされていて、これが耳抜きの音だと思っている方もいますが、違います。これは前段階の時間が開いた音、もしくはほんの少し空気が時間に入った音です。この音が鳴っただけで耳抜きをできたと思って空気を送り込むのをやめてしまうと、うまく耳抜きができません。耳抜き不良が起こります。気をつけてくださいね。ただね、あくびをしようとしても全然音が鳴らないという人も時々いるんですよ。時間が生まれつき開きにくい体質の人もいます。この場合は何度も同じ動作をやって時間周りの筋肉を意識して鍛えるか、諦めて空気の力で時間を開くバルサルバ法を行ってください。ではこの小さな音が耳の奥で鳴ったとして、次の第二関門に行きます。第二関門、喉の奥を締めます。男性の場合は喉仏がぐっと上に上がるから分かりやすいのですが、女性も喉を触りながらやってください。ぎゅっと締めるような感覚分かりますか？実際にクッとかキッみたいに喉を鳴らしても大丈夫です。口で息をするとはぁはぁと空気が通りますね。それを喉の力でクッと蓋をする感じです。空気が通らなくなったらそれで合ってます。これはね、おそらく誰でもうまくできるはずです。人間は物を食べるときに喉の奥を無意識に閉めています。じゃないと食べ物が肺の方に入ってしまってものすごくむせてしまいますからね。唾を飲み込んだときに喉仏が上がりますよね。この時喉の奥が閉まってますよ。では第三関門、舌で空気を押す。時間を開いて喉を閉めて鼻をつまむ。この段階で口の中は密閉空間になっているはずです。その時に下の付け根というか奥の方を上にぐっと持ち上げます。そうすると逃げ場がない空気が時間の中を通って鼓膜を押すはずです。耳抜きできたのではないでしょうか。できない方は下の付け根ってどこよって場所がわからないかもしれません。学校と言ってみてください。学校の前に小さい「ん」をつけて「ん学校」って発音します。ん学校、ん学校。すると「んが」の時に下の付け根が上顎の口の天井部分に一瞬くっつきますよね。その「んが」の下の位置を覚えておいて、その部分に舌をぐっと押し付けるんです。このやり方は正確にはフレンツェル経絡法と言いますが、そういう名称とか覚えなくていいです。ががががと何度もやると場所がわかると思います。または T ロック法といって、舌の先を前歯の裏側にくっつけて耳抜きを行う方法もあります。これもフレンツェル法の一種です。前歯をつける T ロック法はがの経絡法がうまくやれると簡単にマスターできるので、まずは経絡法をやりましょう。がをやってみてください。自分がバルサルバ法をやってるのかフレンツェル法をやってるのか見分けがつかないという方は、片手をお腹に当ててみてください。耳抜きをした時にお腹がピクッと動いたらバルサルバ法をやっています。フレンツェル法で首から下が動くことは全くありません。そしてフレンツェル法でちゃんと耳が抜けているどうかは鼻のここを見てください。鼻がぷくっと膨らんで鼓膜がプスみたいにいったらちゃんと耳抜きできています。鏡を見ながらぷくっと膨らんだか確認してくださいね。最後になぜこのフレンツェル法をマスターした方が良いか、メリットを3つお話しします。まず1つ目は耳に優しいからです。バルサルバ法は空気の力で時間をこじ開けるので、間違ったやり方をすると耳を痛めやすいです。空気の圧力が強すぎるとダイバーにとって致命的な耳の病気になります。フレンツェル法は口の中の小さな空気ですから、耳への負担は最小限になるんですね。2つ目の利点は息止めの時間が長くなります。
素潜りだとヘッドファーストで潜りますよね。バルサルバ法で耳抜きすると、肺から喉、口から鼻へと水面から水底方向へすごく長い距離空気を送らねばなりません。大きな横隔膜をぐいっと動かしますし、エネルギーのロスが大きいんです。でもフレンツェル法なら口の中の下をぐっと動かすだけなら、動かす筋肉は小さいのでエネルギーロスが少ないです。その分長く潜っていられるんです。3つ目のメリットは深く潜れるということです。水深が浅い場合はバルサルバでいいのですが、10メーター、15メーター、20メーターと深く潜っていく場合、水圧で内臓への負担が大きくなります。そんな時に横隔膜という大きな臓器を動かすのはより負担をかけてしまいます。フレンツェル法なら体へのダメージを最小限にできます。おまけのメリットとして、バルサルバだけでなくトゥインビー、フレンツェルと他のやり方をマスターしておくと使い分けができるんですね。普段はフレンツェル法で潜って体調的にあんまり抜けないなという時にはバルサルバに切り替えてもいいし、バルサルバで潜っていて水深が深くなったらフレンツェルに変更とか、または3種類混ぜてね、耳抜きしたりね。1種類しかできないよりも応用が効くのでいろいろできた方が便利なんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。トゥインビー、バルサルバ、フレンツェルと3種類の耳抜きを解説してきましたね。実はね、この3種類だけでなく他にもマウスフィル法とか全く鼻をつままない方法とかもあるんですが、動画を作る必要はないかなと思います。だってそういう方は上級者ですし、わざわざ私の動画を見なくても独学でマスターできるんじゃないかなって。もしリクエストをいただいたら作るかもしれません。最後まで見てくださってありがとうございます。もしこの動画が面白いと思われましたら、見たよっていう合図代わりに高評価をパチッと押してくださいね。疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。